こんにちは、お手紙ヤギです。今日はちょっといつもにない画角でお送りしてるんですけど、以前コメントでお手紙ヤギさんの編んだセーターの中でお気に入りのベスト10を動画にしてほしいですみたいな感じのコメントをいただいたことがあったんですよね。私でもそんなに編んだ数多くなくて、今こことここにあるので全部なんですね。全部で1234567全部で今編んでるもの、秋冬のセーターとカーディガン全部合わせて15着だったので、なのでベスト10にしたら3分の2ぐらいになっちゃうので、もうだったら全部紹介しちゃえということで、今回の動画は私が今までに編んだ秋冬のセーター、カーディガン15着をおさらいしていくっていう動画にしようと思います。でも結構忘れてしまってるので、ラベリーのプロジェクトを見ながら説明していこうと思うんですけど、ちょっとあやふやな部分もあるかと思いますが、よかったら最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。はい、じゃあまずは、今着てるものからご紹介しようと思います。1着目。これ結構動画で着てると、可愛いですね。なんていうパターンですかって問い合わせしていただくことが多かったんですよね。自分では結構この丈短すぎだったかなって思ってたんですけど、でも結構これ気に入ってて、なんか使い勝手良くてよく着てるんですけど、これはすごいアレンジしちゃってるので、これですって紹介するのもなんなんですけど、こちらのローアンの糸で編むニットっていうパターンブックの中に掲載されていたランドスケープっていうパターンをもとに結構アレンジを加えたカーディガンですね。どんなアレンジを加えたかっていうのをざっと説明すると、その前に使った糸なんですけど、マルヤスケイトさんの工業紙の2種類、ストレートヤーンとブークレみたいな感じの質感の糸を引き揃えて編んでます。で、この糸を使いたいっていうのが前提にあったので、合いそうなカーディガンのパターンを探していて、この本の中からランドスケープっていうのがちょうど良さそうだなということで編んだんですけど、結構ゲージが変わっちゃってたので、そのゲージに合わせていろんなところの目の増減とかの調整をしたり、結構いろんなアレンジを加えているので、元のパターンのシルエットとはだいぶ違っちゃってるんですけど、元のパターンはもっと丈が長めなんですけど、でも元のパターンもすごい可愛いです。こんな感じ。後ろを見るとすごい短めなのがわかると思うんですけどね、こんな感じの1着目がランドスケープっていうパターンを元に編んだカーディガンです。2つ目はトルソーにかかってるやつなんですけど、これ一番最近仕上げたパターンですね。プチニットさんのシャンパンカーディガンを編みました。これはもう結構直近の動画で解説してるので、解説というか紹介してるのでいろいろ重複しちゃうんでさらっといこうと思うんですけど、これが使った糸が、これも工業紙のマリアスケイトさんの、夏市で購入してきたすごい毛足の長い糸ですね。それを2本取りにして編んでます。着てみると着るとこんな感じです。ボタンまでつけて完成品を着用してお見せするのは初めてなので、
こんな感じです。すごい可愛くないですか？このモケモケした感じがやっぱりすごい可愛いですよね。結構こんなすごいモコモコしてるけど、なんか秋冬のウェアとしてはそんなに暑くはないので、もう本当今の時期にちょうどいいって感じですね。こんな感じです。これが一番最近できた完成品のカーディガンですね。はい、こんな感じです。はい、じゃあ3着目をご紹介しようと思います。これからいきましょうか。結構衣替えでしまっておいたやつをバサッと出してきたので、作った順番とかバラバラに紹介しちゃうんですけど、すいません。で、3着目がこちらです。これも結構動画で着てるかなと思うんですけど、これがセダーポイントっていうパターンですね。これ以前フリーパターンだったんですけど、エスパストリコットさんっていう糸屋さんなのかな、海外ので出されている、もともとはフリーパターンだったんですけど、今ちょっと有料になっちゃってるみたいですね。こんな感じのバイカラーの、ここの色の切り返しがすごい可愛いっていうパターンです。これを、糸はケイト倉庫キャメルさんっていうオンラインストアの毛糸屋さんで購入した、ウールの糸と、それに引き揃えてニッティングバードさんのシルクモヘアのいつもっていう糸、全く同じ色味のものがあったので、ニッティングバードさんでそのシルクモヘアを購入して引き揃えて編んでます。これが結構サイズはサイズ2っていうサイズ感で編んだものなんですけど、実はこれ結構小さめに仕上がっちゃってるんですよね。なので着るとなんかピチピチっていう感じではないけど、袖とかが7分丈ぐらいの短さになってます。ちょっと着てみます。はい、着てみるとこんな感じです。本当はもっとゆとりがあって、袖もここじゃなくてちゃんと長袖になるデザインなんですけど、私多分サイズ感を間違えたんですね。なのでこんな感じなんですけど、でもこれでも結構可愛いんじゃないかなと思ってて、なんかね、この七分袖の感じも袖のデザインと相性いいんじゃないかなと思っていて、割と愛用しているセーターです。でもね、これやっぱ袖が短いので、あんまり寒い時期はコートの下に着ててもこの辺が寒かったりするので、秋口とか春先ぐらいによく着ているっていう感じですね。可愛いですよね。これフリーパターンで編めたのはすごい嬉しかった。今ちょっとね、残念なことに有料になっちゃってるんですけど、エスパストリコットさんは結構こういう可愛いパターンをいっぱいフリーで出してくれてたデザイナーさんでしたね。こんなのです。なんか裾の仕上げと、ここの仕上げと首元とかも全部リブじゃなくて切りっぱなしっぽいデザインで、それも可愛いし、あと前後差がないんですけど、その前後差のない感じも結構可愛いんじゃないかなと個人的には思っています。そんな感じのウェアです。3着目がこのエスパストリコットさんのセダーポイントでした。はい、じゃあ次4着目。4着目がこちらです。結構大きいし深めの V ネックのウェアなんですけど、これが
これがリファインドニットウェアさんっていうデザイナーさんのパターンで、フンガスセーター V ネックっていうパターンです。これもすごい可愛くて、これはラベリーじゃなくて、インスタグラムで見かけて、うわ、すごい可愛いと思って一目惚れして購入したパターンだったんですけど、糸が本来ならレースウェイトのシルクモヘア2本取りで編むパターンだったんですけど、私はその時ちょうど在庫にはそういう糸がなくて、この糸、ラナガットのトラモンタナっていう糸を在庫に持っていて、これがシルクモヘアよりもちょっと太めの、フィンガリングぐらいのモヘアなんですけど、これだと2本取りにしなくても1本取りで編めるんじゃないかなと思ったので、トラモンタナを使って編んでみました。で、仕上がりがこんな感じです。これはサイズ XL で編んだんですけど、だいぶ手が緩んじゃったのか、かなり大きい仕上がりになっちゃっていて、ちょっとこれインナーを着ないと着れない感じなんですよね。着れない感じになっちゃったんですけど、ちょっと着てみます。はい、着てみました。着てみるとこんな感じです。ちょっと今下に着てた T シャツをそのままインナーにしちゃったので、コーディネートもへったくれもない感じなんですけど、こんな感じ。すっごいでっかい仕上がりなんですよね。なので、いや、明らかに大きすぎるので、ちょっと残念な感じなんですけど、なのであんまり一回も外に着ていったことなかったと思うんですけど、この糸すごい可愛かったのにちゃんと編んであげられなくて申し訳ないなと思っちゃったんですけど、本当はもっと可愛いんですよ。これもうちょっとフィットしたサイズ感のはずなんですよね。なのでちょっとまた別の糸を使ってちゃんとサイズ合わせて編み直したいなって思ってます。もうモヘアなのでこれをほどいて編み直すことはできないんですけど、また違う糸でリベンジしたいなと思っているパターンです。ちょっと私の完成品じゃ可愛さが今一つ伝わらないと思うので、気になった方はぜひ元々のパターンページを見てもらえればなと思います。インスタグラムでも素敵な写真いっぱい投稿されてるので、ぜひぜひそちらも見てみてください。ということで4着目がこのリファインドニットウェアさんのデザインの、フンガスセーター V ネックでした。はい、では5着目どんどんいきましょう。5着目がこちら。これはもう結構知ってる人いっぱいいると思うんですけど、広瀬みどりさんのパウルクレイセーターですね。私はこれを、アトリエヤーンさんっていう草木染めの毛糸専門の毛糸屋さんで出されてるキットで編みました。なのでこんな感じのすごい綺麗な色です。で、私はこのネックラインのところとか、あと裾とか袖口とかも元々のパターンにはない元々のパターンでは半袖バージョンの編み方として、載っていたこういうちょっとリブに端がくるんとなったアクセントがついてる編み方にアレンジして編んでいます。で、これも試着してみます。はい、着てみるとこんな感じです。これキットのサイズが M2 サイズだったと思うんですけど、なので普段選んでるサイズよりはちょっと小さめのサイズになるかなと思ったんですけど、手が緩んだのが功を奏してか結構ちょうどいいゆったりめの仕上がりになってますね。
袖がね結構長めになってるんですけど、この長めの袖もなんかいい感じのたるみができていいじゃんって思っている一着です。こんな感じです。可愛いですよね。この草木染め独特のなんだろう、くすみカラーがすごい馴染みが良くて、模様も綺麗な感じに出ていると思います。このキットは多分、これから始まる東京ヤンクロールでもアトリエヤンさんってまた、今年もポップアップで出展されているので、あとは糸満にも出展されるのかな。なのでもしかしたらこのキットも発売されてるんじゃないかなと思います。すごい可愛い。これ茶色っぽい色味のバージョンもあるんですよね。気になった方はぜひ糸満か東京ヤンクロールでチェックしてみてください。可愛いですね、やっぱ。これはまだ完成したその年にはもう季節が過ぎかけていたので、あんまり着れてなかったと思うので、この秋冬にどんどん着たいなと思っています。可愛い。自分で言うのもなんですけど可愛い。はい。で、今何着目だろう。1、2、3、4。これで5着目か。じゃあ次6着目紹介します。6着目がこちらです。これも何回も動画で着ているし紹介もしているので、もう結構内容重複しちゃうかもしれないんですけど、これもさっきランドスケープで紹介したこのローアンの糸で編むニットっていう本の中から編んだパターンで、これは野口智子さんのシースルーっていうパターンですね。サンプルでは水色の糸で編まれているパターンなんですけど、私は、工業誌の丸安ケイトさんで購入してきた工業誌のモヘヤ2本撮りで編んでます。こんな感じ。すごいこれも可愛い素敵なパターンです。これはちょっとごめんなさい。今ラベリー調子悪くて全然データが見れなくなってしまったので、だいぶ曖昧な説明になっちゃうかもしれないんですけど、すいません。これは本から編んだので、サイズは一つしかなかったと思うんですけど、そう、ワンサイズなんですけど、本のサイズのまま編んじゃうと、小さいと思ったので、身幅を増やしたり、丈も長くしたりとか、アレンジをいろいろ加えて編んでいます。なので、ちょっとね、シルエットが本来のサンプルよりかは違うと思うんですけど、これもちょっと着てみようと思います。はい、着てみるとこんな感じです。これは秋冬というよりも春夏のウェアになるのかなと思うんですけど、モヘヤ、ここが2本撮りで、この四角いブロックのところが1本撮りっていう感じで編んでるものなので、すごいシースルー、パターン名の通りまさしくシースルーな感じの編み地で、結構風通しがいいので、秋冬というよりかは春夏に着るのに向いてるようなパターンですね。かわいい。やっぱりこれもこれ本当はパターンではこういう前後差はついてないんですけど、私はサンプル写真を見て前後差あるのかなと思って、そこが結構可愛いと思ったポイントでもあったので、あえて自分でアレンジして前後差をつけています。こんな感じに。どうでしょうか。可愛い。これなんかおしゃれな、私よりもっと若い子がおしゃれに着こなした可愛いんじゃないかなと思うパターンなんですけど、こんな感じです。これが1,2,3,4,5,6着目か。6着目のパターンです。はい、じゃあ次7着目は
これも結構最近完成したパターンですね。このシャンパンカーディガンの1個前に編んでたパターンですね。これが、カミラバットさんのマグノリアブルームというセーターです。こんなすごい分厚い感じのモコモコした太糸のセーターです。ヨークのところの模様がすごい可愛いですよね。これもつい最近の動画で紹介しましたよね。その時も試着してるんですけど、はい、着てみました。着てみるとこんな感じです。可愛いですよね。これが編んだサイズが M サイズで、私が普段選ぶのよりかは1つか2つぐらい小さめのサイズだったんですけど、在庫糸の糸量が足りないかもしれないと思って小さめに編んだんですけど、結構可愛くて気に入ってます。普段はもっとゆとりのあるサイズで着るのが好きなので、緩めのウェアはいっぱいあるんですけど、このぐらいフィット感があるのはこのウェアぐらいになるかなと思うんですけど、すごい可愛い。このリブのところをちょっと長めにするといい感じになるかなと思って長めにリブを作ってみたんですけど、いいんじゃないかなと思います。これが使った糸がブリティッシュエロイカと工業紙のモヘアです。モヘアが段染めみたいな感じで、緑系の色がもやもやっとした感じのモヘアだったんですね。なので引き揃えるとすごいいい感じのこんな編み地の色合いになって可愛い。だいぶ気に入ってます。これもまだ仕上げたばかりなので、この秋冬にどんどん着たいなと思っています。これが7着目ですね。ようやく折り返し地点ですね。じゃあ次の8着目に紹介するのがこちらです。これは結構だいぶ前に編んだやつですね。初めてウェアを2着目に編んだウェアなのかな。編んだのが確か2019年ぐらいだったと思うんですけど、私今まで編み物歴結構長いんですけど、なんか小さいものを中心に編んでいて、ウェアは自分には編めないと思っていた期間がだいぶ長くて、これが初めてセーター2着目じゃない3着目か、初めてウェアを編んで編めるじゃんって思って、これはパターンではなくて自分でデザインを考えて編んだオリジナルですね。使った糸がこれが確かアリゼのベルートっていう糸だったと思うんですけど、すごい太いモールヤンなんですよ。なのでもうほんとザクザクとすぐ編めちゃった感じですね。で、丈を短めでアラン模様を入れて、こんな風にドルマンの袖にしたかったのでこんな感じに作っています。これ着てみますね。次、はい、着てみました。着るとこんな感じです。これもかなりクロップド丈なんですけど、なんかパンツスタイルが多くて、こんぐらいの丈だとすごくバランスよく見えるので、これも結構気に入ってるセーターです。でもこれあんまり登場頻度高くないかな。なんかやっぱ太い糸、だいぶ太い糸なのですごい分厚くて、あとドルマンにしたせいで上に羽織るものがなかなかいい組み合わせがなくて、この部分がね、上着着るとダブついちゃうんですよね。なのでちょっとなかなか着こなしが難しくて活躍頻度は高くないんですけど、これもすごい気に入ってるウェアです。この太い糸ですごいでっかいアラン模様を作りたくて、可愛くないですかこれ。
ね。こんな感じです。これも今の時期に着るのが一番ちょうどいい感じですね。上着着ちゃうとなかなか動きにくくなっちゃうので、これ1枚で外に出れるぐらいの季節の時に着るウェアですね。ということで、何着目だっけ毎回数えてるけど、1234567 8着目8着目に紹介したのがオリジナルで作った太糸のセーターでした。はい、じゃあ次はこちらです。これも結構動画で着ていることが多くて、これもよくこれなんていうパターンで編みましたかって問い合わせいただくことが多かったなっていう印象のパターンなんですけど、これはちょっと着替えますね。はい、着てみました。こんな感じです。結構大きめの仕上がりになってます。これもね、袖がゆるっとしたところが気に入ってるんですけど、これは本から編んだパターンで、このサイチカさんのノマドのニットっていうパターンの中から編んだ羊飼いのセーターですね。羊飼いのセーターの太糸の方で編む A バージョンで編んでます。これ指定糸がレッドロピーっていうロピーヤーンなんですけど、羊本来の風合いがすごい可愛い毛糸で編まれてるやつなんですけど、私は在庫糸の中から湯沢屋のアルパカナチュラルっていう糸を使って編んでます。これ全然違う感じの糸で、リリヤーンの中に繊維が吹き込まれている感じの構造の糸なんですけど、編み地にしてみると結構これがロピーヤーンの風合いに近いものがあるんじゃないかなと思って、あとゲージもぴったりに出たので、この糸を使って編んでみました。可愛いですよね、このパターン。このこのシャツの裾みたいなカーブした裾のラインが可愛いデザインのポイントなんですけど、あと袖口とかネックラインのところは切りっぱなし風の感じのくるんってなったディテールですね。このね、ドロップショルダーの感じもすごい可愛いですよね。でこれ着て動画撮ってると、このセーターすごい可愛いですねって褒めてもらえることが多かったやつなんですけど、こんな感じです。この本すごい可愛いのでおすすめです。この本の中からまだウェアで編んだのはこの羊飼いのセーターだけなんですけど、ニットバッグ、ベルトがさせるニットバッグなんかも編んだりして、すごい可愛い、写真もすごい可愛いのでおすすめです。ということで9着目がこのサイチカさんの羊飼いのセーターですね。見ました。じゃあ10着目がこちらです。これもすごい気に入っていて、このセーターも動画で着ているとよく問い合わせをいただいたものだったんですけど、これベロニカ・リンドバーグさんっていう、別名クトバキカさんっていう YouTube とかもされてるデザイナーさんの初期の頃のフリーパターンのサンデーブランチセーターだったっけ、サンデーブランチセーターっていうパターンですね。これチュートリアル動画になっていて、その動画の概要欄から確かパターンページのリンクに飛べたと思うので、気になった方はぜひ探してみてください。でこれ使った糸がこの羊飼いのセーターと同じく、これも湯沢屋のアルパカナチュラルっていう糸を使ってるんですね。色違いです。
グレー系で、ベージュ系だとこんな感じの色合いですね。なんかほのかに、なんて言うんだろう、ヘザーっていうのかな、こういう色調、ちょっと色味に揺らぎがあるので、こんな感じですごいナチュラル感のある色の出方になる糸なんですよね。これも着てみますね。はい、着るとこんな感じです。これ前後差ついてない、すごい簡単なパターンなんですよね。で、これはパーツを別々に編んでいってとじはぎでつなげるっていう形式のパターンなんですけど、なんかこれすごいプレーンで形も可愛くて使いやすくて、去年の秋冬よく着てましたね。何にでも合わせやすくてすごい便利なセーターなんですよね。こんな感じです。はい、ということで10着目がこのクトバキカさん、ベロニカ・リンドバーグさんのデザインのフリーパターンのサンデーブランチセーターというパターンでした。11着目にご紹介するのがこちらです。これも結構動画で何回か登場してると思うんですけど、プチニットさんのテラットセーターっていうパターンですね。こんな結構ざっくりと分厚めのタートルネックになっているセーターです。試着してみます。はい、着るとこんな感じです。可愛いですよね。これはこのパターンを一番初めに知ったのがインスタグラムでしたね。この糸の色がすっごい綺麗で、これと全く同じ、これパターンの指定と同じベースカラーの糸で編んでるんですけど、これと全く同じ色合いで作られた投稿をインスタグラムで見て、すごいなんだこの綺麗な色のセーターはと思ってすごい調べまくった結果、これはどうやらプチニットさんっていう方のデザインしたテラットセーターっていうパターンみたいだっていうことを発見して、で、ラベリーでパターンを購入して編んだんですね。このパターンが結構英文パターンにはまったきっかけかなっていう感じのものだったんですけど、この使用している糸が日本の毛糸なんですよね。それも結構海外の方がデザインした糸なのに日本の毛糸使ってるんだって思ってびっくりしたのも印象的だったんですけど、ノロのシルクガーデンソックソロっていう糸の色なんですね。このもやもやっとした綺麗な色合い、それにシルクモヘアを引き揃えた編み地なんですけど、すごい可愛いなと思って。で、プチニットさんは結構日本語訳にもしてくれてるパターン多いんですけど、このテラットセーターは日本語訳にはなっていなくて、でもこれ絶対編みたいと思って英文パターンにチャレンジしたきっかけになったパターンですね。こんな感じです。これはちなみに XL サイズで編んでます。なんか編んだ当時は結構ピチッとしてるなと思ったんですけど、何回か着てこなれてきたのかいい感じにゆるっとしたサイズ感になってきてますね。こんな感じ。これすごいあったかいし、引き揃えてるモヘアはアブリルさんで購入したシルクモヘアなんですけど、このシルクモヘアもすごい肌触りが良くて本当に着心地がいいんですよね。これ色違いで編んで姉にプレゼントしたりもしました。すごい可愛い。また違う色でも編みたいですね。ということで何着目だこれ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、
11着目ということは16着あるのか。あと5着あります。11着目にご紹介したのがポチニットさんのテラットセーターです。12着目に紹介するのはこちらです。珍しく編み込み模様のセーターなんですけど、これがオルレインスッケさんっていうデザイナーさんのデザインのウドというセーターです。これサンプルでは長袖じゃなくて半袖になってるんですけど、なんかこの模様がすごい可愛いなと思って編んでみました。で、使ってる糸がソックヤーンにシルクモヘアを引き揃えてるんですけど、全部染色してない生地糸をソックヤーンもシルクモヘアも自分で取ってきた草木で草木染めした色の糸を使っています。なのでこの辺のベースカラーの黄色が1種類じゃ足りなくて、複数の種類の黄色系の色味に染めたやつを使ってるんですけど、ちょっとねこんな風に色の移り変わりが若干くっきり見えちゃっているんですけど、こんな感じです。着てみますね。はい、着てみるとこんな感じです。可愛いですよね。これやっぱこの模様がすごい可愛くて一目惚れしたパターンだったんですけど、サイズ感もすごいいい感じに仕上げられて、でも袖はちょっと短めなんですね。袖短めの方が実際着て動くには動きやすいですよね。というのもあって、このウェアはちょっと袖を短めに作ってるんですけど、こんな感じです。かわいい。サンプルの配色もすごい可愛いんで、気になった方はぜひ見てみてください。こんな感じです。模様を寄ってお見せするとこんな感じ。なんか春に芽吹いてくる草花の感じを表現した模様らしいです。可愛いですよね。っていうことで、これが12着目になるのかな。12着目のオルレインスッケさんのデザインのウドというプルオーバーです。かわいい。はい、ということであと4着です。13着目にご紹介するのがこちら。これ結構編んでる人多いですよね。フースさんの、フリーパターンというか YouTube のチュートリアル動画で全部編めるというミモザセーターですねを編みました。使った糸はこれも工業紙丸安ケイトさんの夏市で購入してきた黄色いストレートヤーンの工業紙を使って3本取りにするとちょうど指定糸になっているだるまの並太の糸とぴったりぐらいにゲージが合わせられたので、その糸で編んでいます。で、動画の中ではここの脇のラインを閉じずに開けておいても可愛いですよっていうお話だったんですけど、一旦その開けたバージョンで作ってみて試着してみて、ちょっとやっぱり私には閉じてる方が似合うかなと思ったので脇のところは閉じています。ということで着てみます。はい、着てみました。こんな感じです。結構この前身頃と後ろ身頃の前後差が大きめについているんですけど、ちょっと私前身頃を短くしすぎたかなっていう感じなんですよね。このぐらいで手を下ろしてると別にそんな違和感ないんですけど、これ腕を上げるとインナーがもう丸見えになっちゃう感じなので、
あんまりこれ1枚では着ていなくて、下になんかシャツとかを合わせて着ることが多いです。もう可愛いですよね。思いっきりドロップショルダーになってるところとか、あとこのボートネックっぽいネック、リブがなくてこの模様のまま終わってるネックのところもすごい可愛いなと思って気に入ってるパターンです。これ編んでる方もすごくたくさんいて、あと今年セットアップのスカートのパターンも発表されてましたよね。それもすごい可愛いなと思って編みたかったんですけど、この使った糸がセールの工業紙なので、もう同じものが手に入らなくてセットアップでは作れないのが残念なんですけど、これもどんどんこの秋冬も着ていきたいウェアですね。ということで12着目に紹介したのが13着目か。13着目に紹介したのがフースさんのフリーパターンの YouTube のチュートリアル動画で編めるミモザセーターでした。で、14着目にご紹介するのはこちらです。これが多分一番最初に編んだセーターですね。なのですごい思い出深いセーターなんですけど、一旦着替えます。はい、着てみました。アラン模様のセーター、クラシックな感じのアラン模様のセーターなんですけど、結構このネックラインが広めに開いているのがデザインのポイントで、あとこのねハニカムに見えるところが実はハニカムじゃなくて、ハニカムに見える割と簡単に編める模様っていうところがポイントのセーターです。これがですね、みちよさんのサイズの選べる手編みの本っていう SMLXL ニットっていう本の中から編みました。これが B のアランプルオーバーっていうパターンですね。で、これサイズが編み物本にしてはすごいサイズ展開が豊富なので嬉しいなと思って買った編み物本だったんですけど、いざ編もうと思ってサイズ感チェックしてみたら、もしや XL でも小さいんじゃないかってなりまして、なのでこれは初めて編んだセーターなんですけど、いきなりサイズ調整をしたんですね。しかも結構模様がびっしり入ったパターンだったので、すっごい苦戦しながら一生懸命時間をかけて作り上げたパターンだったので、すごく達成感もひとしおだったっていう思い出があるセーターです。アレンジしたおかげですごい自分の体にちゃんと似合わせられるぴったりしたサイズ感で編めたんじゃないかなと思っていて、すごい気に入ってるセーターです。ちなみに使った糸は指定糸にもなっている浜中アメリーっていう糸を使ってます。ちょっと色番号までは覚えてないんですけど、こういう普通のグレーの色味の糸で編みました。アメリーは肌触りいいんですけど、結構一回着ただけで毛玉がバーってできちゃうんですよね。そこが少しちょっと残念なポイントかなとは思うんですけど、でもすごい柔らかくて着心地いい糸です。で、この本がね型紙になってるんですよ。こんな感じので、これが広げるとめちゃくちゃ大きいんですよ。地図みたいな感じなので、これを広げながら編むのも結構大変だったなっていう思い出がある一着なんですけど、これ最近いろいろ手編みのものが増えてきたっていうのもあってあんまり着てなかったんですけど、改めて着てみるとやっぱ可愛いですよね。着
たらすぐ毛玉ができちゃうので、毛玉を取るのが面倒であんまり着なくなっちゃったんですけど、これもね着ていきたいですね、メンテナンスしながら。ということで、14着目に紹介したのがこのみちよさんのパターンブックから編んだアランプルオーバーでした。15着目、あと2着です。15着目に編んだのがこちらです。これも結構昔に編んだものなんですけど、これが一番最初に編んだもので、これが2着目になるのかなっていう。これも編み物本から編みました。一旦着ますね、これも。はい、着てみるとこんな感じです。これもオリジナルなんですよね。なんだけど、一応本を使って編んでいて、それがこの編み物の簡単なサイズ調整と製図と割り出しの基礎っていう本を元に編んだセーターです。この本がなんか既存のパターンのサイズ調整をできるようになりましょうみたいな趣旨の本なんですけど、パターンを使わずに一から自分で製図して編めるような解説もしてある本で、私はその解説をもとにボディの原型っていうものを自分で作ってみて、それをもとにプレーンなこういうセーターを自分の体のサイズにジャストフィットするように製図して作ってみたというセーターです。これを披露するのは初めてじゃないかなと思うんですけど、こんな感じ。自分のボディのサイズを細かく測って、それに合わせてゆとりとか作って編んでいるので、めちゃくちゃ自分の体にフィットしているものなんですけど、これも本当に使い勝手が良くて、編んだ当初はめちゃくちゃ着てましたね。で、使った糸が確か湯沢屋の、すいません商品名思い出せないんですけど、カシミヤがちょっと含まれる柔らかい糸だったと思います。それをワゴンセールで買ってきて、割と安かった糸なんですけど、それで編んでます。カシミヤコンなのですごいお安かったのに肌触り良くて、すごい着心地がいいです。でもこの糸も一回着るとめちゃくちゃ毛玉ができちゃうんですよね。わかるかな？毛玉取ってないのでちょっと見苦しいんですけど、こんな感じですぐ毛玉できちゃうので、すごい着心地いいんだけど、これも後で毛玉を取る作業がめんどくさくてあまり着なくなっちゃってるウェアなんですけど、改めて着てみるとやっぱりすごいいい感じなので、めんどくさがらずに毛玉を取りながら着ていこうと思います。ということで15着目がこの自分のボディに合わせて編んだオリジナルのセーターです。はい、ということでここまでお付き合いいただいてありがとうございます。最後の16着目になります。それがこちら、カミラ・ワットさんのフィールドセーターですね。これは結構最近ですね。去年じゃない、もしかしたら今年編んだやつだったかな。今年の4月に編んでたやつですね。だからまだ1回も袖を通してないですね。これが使った糸がチャッピーヤーンさんのシルキーヤクシングルスとケイトさんっていうアルパカの糸専門の毛糸屋さんのケイトさんで購入した極細のアルパカの糸をシルクモヘアの代わりに引き揃えて編んでいます。着てみます。はい、着てみるとこんな感じです。このヨークの細かいボップルがすごい可愛いパターンなんですよね。もうチ
ャッピーアンさんのシルキー薬シングルスとケイトさんのアルパカの糸、どっちもすっごい柔らかくてくたっとした感じなので、めちゃくちゃ着心地いいですね。これはこの秋冬活躍しそうなセーターだと思います。かわいい。この色味もまずチャッピーアンさんのシルキー薬シングルスを使おうと思ったんですよ。というのもチャッピーアンさんのポップアップショップに行った時に、このフィールドセーターで編まれたサンプル置いてあったんですね。で、色は違うんですけど、シルキー薬シングルスとコクーンモヘアだったかなを引き揃えたサンプルがすごい素敵で、これ絶対編みたいと思ってこれを編むために買ってきた毛糸だったんですね。ただ合わせるシルクモヘアが在庫糸になかったので、どうしようかなってずっと探していて、で本当に奇跡的に同じ色味のアルパカのレース糸をケイトさんで見つけたので買ってきて編むことができたんですけど、やっぱこの色すごい可愛いですよね。秋らしい色味で、これも早速着るのが楽しみですね。もう今の時期から着てもいいかもしれないけど、まだちょっと暑いかなっていう感じですね。本当に最近夏が長いというか秋がないというか、なかなか手編みが好きな人にとっては着る機会が減っちゃって残念な感じなんですけど、早く寒くなって着れるようになるといいですね。ということで、一番最後に紹介したのが結構最近編んだパターンのカミラ・バットさんのフィールドセーターでした。はい、ということで私が今までに編んだ秋冬のセーター全部で16着か一気にご紹介していきましたけど、参考になりましたでしょうか。気になるパターンがありましたら概要欄に全部パターンページへのリンクを載せておこうと思うのでチェックしてみてください。それでは今日はこれでおしまいです。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お手紙ヤギでした。